皆さんこんばんは、えななです。今日はちょっとお友達に送るように制作していこうかなと思うんですけど、いつも定期的に、デザインペーパーとか購入したものを、分けておいて送るように取っているものです。これをちょっと、普通なら袋に入れてポンってお渡ししてもいいんですけど、その後もちょっと活用できるように蛇腹を作ろうかなと思います。で、必要な材料は紙袋。これでちょっと外側を作っていこうかなと思っております。で、一応ダイソーで買ってきたんですけど、家にあるもので全然大丈夫です。A4 よりも大きめであればできるので、多分ちょっと私も頭の中で今回も想像してやっていくので、ちょっとお見苦しい点があったら申し訳ないんですけど、今回はこの A4 のデザペがこんな感じで収まる感じです。で、結構重さがあるので丈夫なものを選んでいただくと、結構紙袋って丈夫なので紙質がいけるかなと思っています。で、問題は中の蛇腹部分なんですけど、紙でやるとなると A4 サイズを入れるってちょっと難しいので、画用紙とかそういったものになってくるとは思うんですけど、大きさ的に私はちょっと今回クリアファイル、こちらを使って作っていこうかなと思っております。よければ参考に、見ていただけると嬉しいです。今回は5枚で作っていこうと思います。で、これクリアファイル、サイズ的にはだいたいもう A4 がジャストな感じになっているんですけど、こちらをちょっと横幅足そうと思ってます。クリアファイルで足されてもいいんですけど、無難なのはクリアファイルで1枚をちょっと使って足していくのがいいかなと思うんですけど、私はこれデザペでいこうかなと思います。一辺だけなので。で、これだとちょっと高さが足りないので、こちらの向きでやっていきます。これお裾分けでいただいたペーパーなんですけど、ちょっと使い方に困っているということで、参考にということで今日はこちらを使っていこうかなと思います。使い道に悩んだりとか大量に購入してしまったっていう時には、こういったペーパーを使うのが、こういう時に使うのがいいかなと思います。クリアファイルの縦に合わせて、これ22センチなんですけど、こちらを22センチでカットします。で、接着部分、つく部分を2センチぐらい取ろうかなと思うので、2センチ取って出る部分が 1.5 出そうかな。3.5 の倍になるので7センチ。7センチ ×22 でいきます。こちら側を7センチで取るとちょうど3分割になるのでちょうどいいです。これがちょっと足りない。
でこれを半分に折っていきます。でこんな感じで作ったら、このクリアファイルに、閉じてる方も、貼っていきます。こっちにデザインがつくので、両方ともつけるために飾りとしてですね、つけていきたいと思います。ここに1センチ、2センチの両面テープがあればそれで貼っていただいたらいいと思うんですが、でここから気をつけていただきたいのは、片側は開いてるんですけど、片側は閉じているので、これがはみ出ても意味がないので、この1枚だけは、この両サイドで貼る1枚だけは外側に、1.5 の両面テープを貼ります。でもう一つは同じからかな、こっちか、そのままで大丈夫です。でこちらはグッと奥にちゃんと差し込んで、閉じてある方は差し込んで貼り付けます。で問題はこういうところがちょっと欠けてるとこあるので、後でカットしないとこれくっついちゃうので、後でカットしたいと思います。絶対こ
ついちゃう、ペタペタしちゃうので、ここをちょっとクリアファイルの形でで、もう片方、こちら空いてる方側ですね。空いてる方側はこの両面テープに合わせて貼ります。ちょっと、幅が広がるので、こういった形でこれを必要な枚数作っていきます。私は5枚分できました。で、一応やるときには、蛇腹にしていくときには、ここの溝が全部一緒がいい方は一緒でもいいですし、向きを変えてっていうやり方でも大丈夫ではあります。で、一応こうしていたら、蛇腹をするとここ両面テープ貼っていくので、テープアートが見えちゃうんですよね。それをもう見せたくないよっていうことであれば、このクリアファイルの中自体にもう貼っていくしかないですけど、私はクラフト紙なんかをこのテープアート部分だけ、ごめんなさい、テープアート部分だけ隠す形で、だからもしそのテープアートが嫌だっていうことであれば、先にこう貼っておいた方が、ここを閉じる前に貼っておいた方が楽ではあります。ちょうどこの溝部分があるので、溝から溝にしようかな。それで貼っていきたいと思います。で、いつもはざっくりとしか私蛇腹のところは貼らないんですけど、今回はちょっと中に結構な重みを入れていくので、この長方形で貼ろうかなと思います。外れないように。
クリアファイルだと1個貼ると見えるので、ガイドラインがそれに合わせて、でこうできたら貼っていきます。口が合うように口を合わせたらここをくっつけて、であと両面テープ剥がしていくとやりやすいです。フィルム用っていう両面テープもあるんですけど、私はさほどなんか効果を感じられないので、見えないようにするテープよりも強力な方が、まだそっちを重視した方がいいかなと思います。出来上がりました。で、気になる方はこのテープアートの位置だけでもそのデザペとかそういったものを貼っていただくといいかなと思います。で、外側なんですけど、こちらですね、紙袋をここのサイドのこのサイドでまっすぐ切ります。ここは別にちょっと斜めになったりとかしても大丈夫です。ここの底の部分で切りましょうか。このまま行きたかったんですけど、ちょっと横幅を変えたいので、で、縦はちょうど良かったのでこのままいきたいと思います。縦自体はここのここと気をつけていただきたいのはこちら、こう折ってるための折れ線なので、そこはここです。片方はこういった折り目がついてるので気をつけてください。だから実際はここですね。ここがそこになるので、片方はこれをくっつけたいと思います。でも、マチがこれだけあるとちょっと必要ないかなって思うので、必要なマチのサイズ何センチにしようかだけ残して、あとはカットします。4センチ4センチでもありすぎかなとは思うんですけど、4センチでとりあえずやってみようと思います。
で反対側も2本目の線から4センチでこれ線じゃなかった、カットしていきます。で横なんですけどクリアファイルをちょっと大きく取ったのでこの折れ線じゃちょっと収まらなくなっちゃったんですよね。だからこの折れ線よりもこうサイズ感見ていただいて1センチずつでも伸ばしていただいたら大丈夫かなと思うので1センチ足していきます。その紙袋によって違うとは思うんですけど、クリアファイルより大きめにする感じで。で折り目がついたらここは上側は、もう二重になっているのでこの折れ線までで切っていただいて折れ線で切る。
で実際はこういった形になるので、このサイズ感でこちら、この紙袋のこののりしろ部分がついてる方とついてない方とであると思うんですけど、こちらのついてる方側のここの折れ線のところですね。折れ線のところと折れ線のところでここ下角っこを切ります。こちら側も同じようにで、これに合体刺す形でちょうど1枚ものになると思うので、こんな感じで貼り合わせます。本当はここを1センチとか2センチでもこちら側伸ばしておいて、ここをここも余分でつけてあげてた方がいいんですけど、ちょっと紙袋だと底面ってあんまり綺麗ではないので、このまんまこういった状態なんですけど、綺麗な紙でこう補強してもいいかなと。この折り目の部分はできたら、今度はこちら側の上ですね、同じようにこちら側と同じようにカットしていきます。できたらこの1センチの先ほど折れ線をつけたところでこう折って貼り合わせていきます。
そうすると補強にもなるし、サイズも小さくできるので、この底だけにちょっと重なりが出てくるとここを貼っていきたいと思います。最初の折れ線ではなく、自分で足したところで貼り合わせてください。1センチ多分広く取ってると思うので、そこだけ間違えないように。ちょっと貼りづらいなと思えば、こういうところは少し斜めにちょっとハサミを入れるかな。ちょっと斜めにね、こうハサミを入れていただくと貼りやすくなると思うので。できたら、ここですね、ここの部分も一応こう接着していきたいと思います。もうせっかく紐がついてるので、そのまま、かけれるようにいいかなと思うので、貼りづらいけど、前だったらボンドとかでもボンドでいこうかな。これで外側の完成です。あとはこういったところは三つコラとかしたらすごく可愛くなるんじゃないかなと思います。ショッパーをね、可愛いショッパーを使われる場合にはもうそのままでいいと思うんですけど、こういったクラフト素材とかそういったものだと三つコラがしやすいかなと思うので、楽しみながらプレゼントとしてやっていけるかなと思います。で、最後こちらですね、これをつけていきたいと思います。しっかりついてる方がいいと思うので、こんな感じでちょっと最後は広めに取ろうと思います。結構蛇腹でこれ何センチですかとか、こう貼ってるところ何センチの両面テープがいいですかとか、どっから貼ったらいいですかとか結構あると思うんですけど、蛇腹ってさほどの正確じゃなくて、
いいので、結構あまり神経質になられずに作ることを楽しむ感じでやられた方がいいかなと思います。持ち手があるので、どっちがこっちか。持ち手があるので、そこに干渉しない位置で大きめに取ってるので全然大丈夫かなと。合う位置合わせていただいて、上側を止めた後にこうしてもいいかな。しっかりこの左右上側は合わせていただいて、貼ったらひっくり返して、そこから接着。でこんな感じであとちょっと重さ的にも最後ここを補強することを忘れないのと、可愛くデザインしてあげると、このままプレゼントとしてこうリビングとかに引っ掛けておいてもらうと、デザビを取った後に子供たちの書類整理、ここにタグとかをつけて子供の名前とかつけておいて、ここに入れておいてねとかっていう感じでもいいかなと思います。多分これでいけるのではと。結構ね書類は A4 が多いので、これでぜひ家での生活も楽しんでいただけたらと思います。で接着が気になるようであればグルーガンとか、もしくは強力の両面テープとかを使えた方がいいかなと思います。こういった感じで紙袋を家に多分ねショッパーとか貯めておいたりとかがあると思うので、ぜひ活用していただいて、手作りを楽しんでいただけたらと思います。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。それでは。